ちょっといいなですぐに買う。買っても買っても満たされない。物欲お化けの思うツボ。こんにちは、おでこです。今回は物欲お化けに振り回されないコツがテーマです。物欲に振り回されないコツ一つ目は、お金の優先順位を決めておく。浪費家がお金とともに持ち合わせていないのが努力、忍耐、我慢かもしれません。根性論で物欲お化けと戦うなんてとんだ負け試合。だからお買い物をどう我慢するかではなくて、お金をどう有効活用していくのかです。野球がしたいのにサッカーボールを買って、魚が見たいのに動物園に行って、いつまで経ってもなんか物足りない。サッカーだって面白いし、動物園だって楽しい場所です。むしろ世の中楽しいことや良い商品だらけだと思います。だけどお金は有限。だからこそ優先順位が必要です。優先順位1番は満足度も1番のはずで、その満足度が物欲お化けを寄せ付けないバリアになる。だから私は優先順位1番を叶えてあげることに貪欲に生きています。もし優先順位がわからないという方は、お金がないからとか時間がないからといって諦めてしまっていることを思い浮かべてみてください。私ならもっと旅行したいな、野球観戦したいな、イラスト描いてみたいな、もっと家族で過ごす時間を増やしたいな、こんなことを諦めていたと気づきました。だからイラストを描くために思い切って iPad を買って、今では動画編集にも欠かせない大切な道具になったし、毎年2月に夫婦で行く沖縄旅行は日々の活力にもなっています。何もかも買わないと我慢をして、我慢できずに爆発するくらいなら、何に使うのかを突き詰めてみるのも一手だと思います。物欲に振り回されないコツ2つ目は、物欲お化けに対抗するためのトレーニングをしておく。物欲お化けとのバトルは予告なく突如として始まります。とっさだからこそ手も足も出ずに乾杯。だからこそ事前にトレーニングをして、物欲お化けとの戦いに備える必要があります。企業が一生懸命販売戦略を練っているのに、浪費家がぶっつけ本番で物欲お化けと対峙しようなんて。なので浪費家なりのトレーニングが必要です。トレーニング一つ目は、とりあえず買わないの呪文を唱えるです。欲しいものに出会った時は恋に落ちたように盲目になります。そんな状態に急ブレーキをかける呪文が、とりあえず買わないです。だけど日頃から意識して口にしていないと、とっさの時に出てきません。なので家事をする時や朝起きた時、気づいた時に呪文の練習をしてみてください。
トレーニング2つ目は買ったつもりトレーニングです。ネットで欲しいものに出会った時に、買う買わないで悩んで悶々とするのではなくて、カートに入れて一旦離れる。これが買ったつもりトレーニングです。距離的にも時間的にも離れてみると、もう興味は他のことに移っていたりします。特に夜なんてポチッとカートに入れてそのまま寝てしまえばそれで大丈夫。買っても買わなくても同じような朝が来るものです。トレーニング3つ目はデメリットラリートレーニングです。卓球のラリーのように、お店やネットで何かの商品を目にしたら即座にデメリットを上げてみるトレーニングです。100均で収納用のカゴが目に入ったら隙間にほこりがたまりそう。ショッピングモールで好みの服が目に入ったら選択難しそう。欲しいとか欲しくないとかを考えるよりも前に瞬時にデメリットを考える訓練です。今まで商品のいいところばかり見ようとしていた素直な私たちですが、少しくらいひねくれた視点を持っても大丈夫。ちょこっとでもデメリットを考える癖をつけて物欲お化けと戦いましょう。物欲に振り回されないコツ3つ目は物欲博士になってみる。数年前までの私は浪費ばかりして収入イコール支出の状態でした。貯金もなくお金にだらしない自分が本当に情けなかったです。だけど唯一この浪費家時代が役に立っているのがこの YouTube チャンネルです。浪費ネタだけで何本も動画が作れてしまいます。物欲お化けに負けた経験は実験データとして蓄積し、敗因の分析も欠かせません。これはもう博士です。ここで物欲博士として私の実験データを少しご紹介します。インスタは物欲お化けの巣窟、ポイントアップはお店の罠、割引率より買わないのが一番お得、スーパーはついで買いを狙っている、可愛い服より毎日着たい服、夜は昼の8倍物欲お化けが出てくる、見栄は 100% バレている、そもそも知らなきゃ欲しくならない。正直に言うとこういう動画を作りながらも無性にお買い物したくなる瞬間が今でもあります。でも浪費家の自分が暴走しそうになっても、もう一人の物欲博士としての自分がおやおやっと登場して浪費を回避。だからぜひ皆様も物欲博士になってみてください。自分で自分にアドバイスできるようになればもう最強です。そして皆様の実験データもぜひコメント欄で教えてください。物欲に振り回されないコツ4つ目は立ち止まってリラックス。物欲お化けが苦手なのは心が整っている人です。
時間にゆとり、空間にゆとり、心にゆとり。ゆとりを持ってリラックスした日々を過ごすことができれば、物欲お化けに振り回されなくなると思います。人と比べてげんなりしたり、見栄を張って自分を大きく見せようとしたり、頑張りすぎたり、結局人の目ばかり気にしているから、物欲お化けのいいカモになっていたんだなぁと、今となってはそんな風に思います。肩がこわばっていたり、目がバキバキになっていたら、たまにはお散歩でもしてリラックスしてみてください。目を閉じて深呼吸してリラックス。物欲お化けもたまにならいいのですが、頻繁に出てこられては困ってしまいます。でも今までの浪費家としての人生を動画のテーマとして生かすことができて、どんな経験も宝になると実感しています。そして皆様の近くにいる物欲お化けも退治できれば最高です。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。